こんにちは。旅と鉄道のチャンネルです。今回も自宅の方からお届けでジオラマレイアウト作りやっていきたいと思います。今回はとりあえずレールの方を一周させて円のように組む、これをエンドレスを組むと表現いたしますけれども、そこまで進めてみたいなと思います。こういった高低差が大きいレイアウトはなかなかそれが最初のうちにいろんな作業があって、なかなかエンドレスまでたどり着くのが難しいんですが、その前の下処理といいますか工程をお届けしたいと思います。まず線を描いておりますが、この部分をカットしてダム湖を作る、その予定でございまして、それでこの辺りがダムになりますね。小規模なダムになります。それでこれを電動工具ジグソーというのを使いましてカットしたのがこちらで、次はターンテーブルがはまる場所になりますが、こちらの方はドリルで穴を2箇所開けます。さらに鉄のヤスリなど何でもいいんですが、ジグソーの刃が入る大きさまで拡大していきます。あとは円を描くようにこちらをカットしていきます。出来上がったのがこんな感じでございまして、ちょっと画像を引きますとこのようになります。同じような要領で下段の方にも配線、手を突っ込めるような大きさの穴を開けていきます。ここに先ほどのカットした天板が乗るわけですが、このままですと空間が空きますので、ふわふわと不安定なので下に骨組みをしていきます。ここで注意点としましては、この骨組みを可能な限り水平にして、あとはこの骨組みと外枠、段差を完全になくすということが最も大事でございます。ここに段差がありますと、レールを敷いた時にレールとレールの間の段差ができたり、あるいは傾いたりしやすくて、今回の場合ですとこのような薄めのベニヤ板を使ってうまく調整しております。あとこのような水平器を使って水平を保っておくというのも、あと川の流れを表現するときにシリコンを流しますので、これが傾いていると失敗するというのがありますので、重要な工程となってまいります。あと下地の表現をする材料についてなんですが、こちらはカネライトと言いまして、住宅の内装用の建材になります。もう一つ、鉄道模型やミリタリーの模型を作っている方ですと、こちらのスタイロフォームというのも同じような建材で、どちらかというとこちらの方が人気で主流になっておりますが、私の場合は色合いの兼ね合いからこちらのカネライトを使用しております。前々回に配信したこちらの動画と少々被る部分もありますが、ダムの骨格の方を木で加工しております。一応この後まだ少々変わるかもしれませんが、だいたいこんな感じで出来上がり、こちらを側面につけてみました。向こう側のカネライトはカットしますが、その後こんな風になりまして、さらにこのように進んでいきました。上のダム湖の方も下地をかさ上げしていきまして、ここに土手がこのように来ますが、それをさらにかさ上げしていきまして、こんな感じになりました。天板を乗せるとこんな感じで
ちょっと穴が開いておりますが、あの穴には鉄橋の橋脚がはまる、そういう穴でございます。ここで活躍する工具の紹介なんですが、その名もスチロールカッター。熱によって発泡スチロールを溶かしながらカットしていく道具となります。使い方としては、電源を入れて十数秒経ちますと先の方が熱せられてきますので、こんな風にカットしていくということでございますが、なかなか慣れないうちはうまくいかないのかな。上手な人だとこんな風な細かい加工ができていろんなものが作れるようでございます。ではさらに作業を進めていきたいと思います。鉄橋がかかる土台、崖あるいは土手になりますけれども、こちらの方をかさ上げしていきます。ダム湖の対岸の方になりますが、こちらにもこのような感じでかさ上げしてまいります。ここで使っている素材なんですが、こちらがインクライン、勾配のある線路のことをそう呼びますが、こちらは平均的な勾配で直線や曲線を表現できる、そういった商品になっておりまして、発売元はアメリカのウッドランドシーニックス社、日本の加藤が販売代理を行っております。表記は全て英語になっておりますが、どこに線路を敷くか決めた上、割と適当にこれを並べて、その上にレールを並べると出来上がるというような優れものでございます。今回は勾配が 3% のものを利用しておりますが、この他にも 2% と 4% があるようです。あとは勾配の変わらない高低差がないタイプをライザーと言いますが、そういった商品も発売されているようです。ではここでレールについて話してみたいと思います。日本では最も人気がある2種類が加藤とトミックスになっておりまして、皆さんほぼどちらかを使われているかと思われます。違いとしてはトミックスより加藤の導昇がちょっと高くて幅が太い、そういう感じの違いになっております。どちらも 9mm、N ゲージの N というのは英語の9の頭文字、これを取っておりまして、縮尺スケールは150分の1から160分の1となります。簡単に言うと、レール幅が 9mm のものであれば、どのメーカーのレールを使っても走行可能ということでございます。今回は加藤製品のこちらはフレキシブルレールと言いますけど、これを主に使います。これには導昇がついておりませんので、こちらのコルク導昇というのを下に敷いていきます。加藤の固定式線路の高さ、それから複線を組む時の複線の幅なんかが同じ規格でぴったり合うように規格されております。フレキシブルレールにはポイントがないので、こういった分岐を作る場合は必ずこういうような形になってしまいます。このコルク導昇はこんな風に四角く売られておりまして、中間が裂け目がありまして、簡単にこのように土台を作ることが可能でございます。この間に四角い導昇を挟み込むような形にしますと、複線の間隔がこんな感じで作れるということでございます。このコルク導昇を設置するときは、外側から順番に内側へと設置していくのがコツでございます。それから次はジョイントですね。これちょっと細かくて硬いのでなかなか難しいですが、こちらをはめていきます。このジョイントの方は12個入りで百数十円で販売されているものになります。続いてターミナルジョイント、こちらは電源を供給するためのジョイントになります。
あと必要必需品としてこちらの釘が挙げられます。レールをカーブするときにそれを固定するために使用しますが、割とたくさん入っておりますが、意外とすぐになくなってしまいます。では導床を設置した後、線路も敷設、反対側の左の方も敷設していきます。とりあえず外側だけ一周回せましたので、ちょっと試しに走らせております。走ってる車両は飯田線の雲に13と83の2両編成です。あとレールの敷設についてですが、継ぎ目のところにこんな風に隙間ができますので、枕木の部分を小さくカットしてこちらを下に敷いていきます。この時ね、釘の穴が開いてるのが必要になります。なかったらドリルで穴開けてもいいと思いますが、そちらをこんな感じで手が邪魔ですけど入れていきます。そうしますとこのような感じでうまく仕上がるということでございます。あとレールのカットについてなんですけども、こんな風にマーキングします。カーブの場合、外と内側の方が短くなりますので、その分を必ずカットしなければならないということになりますが、まずは枕木を切っていきます。白いマジックとかでマーキングしてもいいんですが、この場合は何個分切るとかというのを計算しながら切っていきます。この時に切った端の部分に釘を打てる穴があるといいんですが、ない場合はたくさん余分に切って穴の開いている枕木を埋めるか、あるいはドリルで穴を開けてもいいかと思いますが、その後にレールをカットいたします。こんな感じで枕木穴が開いている部分を一番端にして、あとはジョイントでつなげて内周の完成です。ということでつながりましたので、ちょっと試しに走らせております。走ってる車両は IGR 岩手銀河鉄道7000系となります。ということでご視聴ありがとうございました。引き続きジオラマ作りの動画を上げていく予定ですので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。